はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日満月から3月10日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。皇帝逆、カップ6逆、ペンタクル3逆、ワンド5、ページのペンタクルですね、ワールド、ソード6逆。はい、気をつけることや対策はワンド7とカップ10逆とオラクルはじゃん、ワンド8です。飛んでいくって感じですね。この2週間の大きなテーマとしては、状況が結構早く動きますよと。もしかしたら急展開もあるかもしれないし、自分がどこか遠いところに行くかもしれないし、何か状況がね、とにかく思ってる以上に早く自分の意思と関係なく状況が変わっていく可能性がありますよっていうふうに言われています。星してみた時にやはり今その遠方に縁があるとか、そういう自分のなんていうのかな、もっと精神性が高くなるようなね、こう自分をもっと引き伸ばしてくれるような、高みに上げてくれるような人だったり状況だったりとか専門的な分野だったりから縁があるっていう時なので、精神的には意識は高いんですけれども、自分が納得してるしてないっていうのはちょっと関係なしに状況が変わりそうだなっていう感じで出てます。で、入り口はですねエンペラーの逆なので、もしかしたらものすごく高い理想というものを掲げていて、そこにはまだ到達していないとか、まだそんな風になれていないみたいに思っているかもしれませんね。少し要するにこう理想を掲げるとか目標を掲げるってなんかね素晴らしいことなんですけど、ちょっとそこにこだわりすぎていたりとか、若干硬くなっているかもしれませんので、どうかなっていうふうに思ってみてください。そしてここに至るまでの間に比較的なんか人と関わってきたのかなっていう感じがあります。近所の人も含め、なんか子供のママ友も含め、同僚も含め、違う部署の何々さんとか、そういうなんかいろんなね人との関係があったのかなっていうものがあり、そこからなんかいい刺激をもらっていたような感じがしますね。完全に私たちすごく合うんですっていうようなすごいしっくりくる関係性じゃなかったとしても、こう違う考えを持ってる人や違う分野の人と関わることによっていい刺激をもらったなっていう感じですね。そして現在はなんかやりたいことがたくさんあるみたいなね、やりたいことなのかやらなければならないことなのか、なんか自分の中で課した課題っていうものがたくさんあるっていう感じがあって、それをどうこなしていこうかなっていう感じはありますけど、なんとなくの感覚としてどれだけ課題がたくさんあろうとも、今の蟹田さんはそれら全部こなせるみたいな感じがありますね。無理だって思うのは自分の限界意識からであって、なんか今一応物事活性してるみたいです。でちょっとごちゃごちゃしてるなとかやることいっぱいあるなと思っても、本来それを引き寄せたのは自分であり、どこかで自分がそれをできると思ってるから全部受け入れたっていう感じもあって、それをこなすことによってまた自信につなげていくんだなって感じがしてます。そしてその中からやっぱりできたとか、やっぱり私はこれが好きだみたいな自分の価値っていうものをちゃんと見つけられるっていうふうに出てますね。または自分の価値なのか、もしくはその関わっていく人たちの中で自分が手をかけてあげたい人、手を助けてあげたい人とか、部下とか年下の人とか、何かそういう人との関係性がいい感じでつながれていくのかもしれませんね。もしこれが仕事で言うならば、新しいスタッフ入ってきて、その新しいスタッフ働き者だぞみたいな感じとか、関わっていく中でこの人の考えいいなって思うような、何か共感できるような感じですね。とてもいい感じです。でその後ワールドということで、何か自分の世界が完成する、何か一つ叶うみたいな感じで出ています。でこれなぜこのカードが出てるかっていうと、そこまでに自分の中でやらなきゃいけないことがいっぱいあったとか、葛藤があったとか、でも見つけてきたよね、自分の価値を見つけてきたよねとか、そうやっていろいろ揉まれたりしながらも人と関わったからこそいい人と出会えたよねみたいな感じがあり、すごく完成しますね。幸せだとかよかったみたいな、そういう感じがあります。ちょっとこっちでも見てみようかな。
いいですね。ストレングスということで不可能を可能にする力がある。なんかすごく満たされてますね。それなぜ満たされてるのかっていうと、でもそれはやはりそれも全て自分が引き寄せていることであり、何か昔の自分がなんとなく思い描いたこと、こうなったらいいなって思っていたことがまさにそうなりつつあるみたいな感じもあり、それはなぜかっていうと、自分で自分の気持ちを切り替えたからですよって言われているんですけど、いかがでしょうか。なんか途中で自分の考えを変えたとか、気持ちを切り替えて、ああもう新しい方に行こうって言って、こうなんかスパンっていい形で切り替えたからこそ生まれている現実です。ここから来る未来も自分が作る未来です。未来なんですよと、素晴らしい未来ですよと言われています。そしてその後ですね、ちょっとね、あまりにも自分ができた作り上げた世界とか今あるものっていうのがすごく豊かで、もっとこの感覚を味わいたいとか、もっと今その感覚に浸りたいみたいな感じがあって、物事を無理やりね進めていこうとはしないっていう感じで出てます。ただ状況がね、なんだかこう動きが早いというか展開が早いので、これはおそらく誰かが出現してくるっていうことなのか、思ってもみなかった自分がこんなことを完成できるなんてみたいな、とても喜ばしい一つの成功体験みたいな完成っていうものがあるからなのかわかんないですけど、その後少しねこのままでいたいみたいな感じがちょっとあります。このままこの状態をキープしておきたいって感じかな。しばらくそれでも全然いいと思いますよ。3月の10日もまだね新月で、まだまだ意識高くいきますし、その後3月の20日以降っていうのも自分の世界っていうのがまだまだ華やかなので、今これを十分に味わうことによって次どうしていくかっていうのがまた見えてくるんだと思いますね。いいですね。ちょっと一応念のためねセルフセラピーカードも見てみたいと思います。どうかな。この2週間で患者の皆さんが気をつけること、これかな。観念というカードが出ているので、自分の中ではこれは当たり前、これは常識って思っていることも、他者からしたら全然違う観念があり、他者の常識や他者のなんかこだわりがあるっていうことなので、それさえ気をつけていれば大丈夫っていうことですね。ちょっと対策見ますね。リーダーシップを発揮してくださいと。リーダーシップ出てきそうですもんね、この2週間。とっても患者の皆さん、ぜひ意識的にリーダーシップを発揮してみてください。そうすることによって得られるギフトは何なんでしょうか。フローということで流れていきます。誰かと一緒に何かをやっていくって感じが出てます。ここでも誰かが登場してきていますのでいい関係性があるんでしょうね。そして最後はわーいということで、ジョイ、みんなで楽しんでます。ジョイです。みんなでわーいって言って楽しんでる感じなので、とても人間関係豊かですね。ご自身の中では気を使っていたりとか、完全に心を許してるわけじゃなかったとしても、とてもいい関係性がここにあります。むしろこの2週間でさらにそこに磨きがかかるっていう感じもありますね。ぜひこの豊かな感覚を十分に味わってください。ということでここまでにしておこうと思うんですが、次回は3月10日までにまた公開したいと思います。もしね良かったですとか何か参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。そして少しお知らせなんですけれども、4月から個人鑑定をまた再開しようかなと思っています。どうしても枠がね少なくなってしまうので、メンバーシップの皆さんに優先的に案内するという形になってしまうんですけれども、もしご興味ある方はこの期間にメンバーシップの詳細をご覧ください。LINE の方でもアストロ&タロットフレンズの方でも両方抽選の機会がありますので、 LINE もですねこういったお知らせをするのはもう LINE でしてますので、まだ登録してなかったという方はぜひ LINE へのお友達登録もお待ちしております。ということで、ぜひ華やかな楽しい2週間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。